最近ふと思いました。スバル車乗ってみたいといつも思うのに一度も買ったことがない。この理由は何だろうと、簡単に自己紹介させていただきますと、市場レポートを20年以上続けてきて、自動車販売の経験もあって、現在は幼馴染の自動車整備士と会社経営しています。今はね、その破産寸前大ピンチなのですが、所有してきた車は30台以上、40台未満ぐらい。一時期は8台同時に所有してました。でもね、スバル車だけ買ったことがないんです。平均するとね、3ヶ月に1回車検が来て、自動車税は50万円。保険に駐車場代に、改造やメンテナンス、あと運転の勉強とね、ほんと全力だったわけですが、それでもです。そのスバル車ね、所有して長所短所を味わいたいので、インプレッサプレゼント企画に応募します。ということで本題、買ったことがない理由と、スバル車から感じてきたストロングポイントとウィークポイント、自分にとってのね、スバル車らしさです。他の人が言っていないような感想ですから、そんな話も聞いてみたいという貴重な変態さん、お付き合いよろしくお願いいたします。じゃあね、欲しいと思っても実際試乗すると買わない理由。一言で言うとね、期待が高すぎました。期待が高すぎて予想ほどじゃないと思ってしまう部分があるわけです。例えばね、最近評論家様による新型インプレッサとかエクストレック、この市場レポートがね、一斉にアップされました。それ見て、何か違和感感じません？もうみんながみんなして100点満点のように、走りの良さを訴えかけてきます。どの車もね、デビュー初期はその傾向ありますけれども、スバルだとね、特にって気がしちゃいます。10人中10人が100点なんて車はね、もうさすがにないですし、あったら世界中スバル車だらけに、ね、なっているはずです。一方で、その評論家様のね、立場やご都合はお察しさせていただきます。なんですけれども、そうですね、やっぱりスバルでしょう？みんな良いって言うでしょう？弱点は燃費くらいって、走る部分はね、もう良くて当然みたいな印象になるわけです。それでいざ自分が乗ってみると、走る部分でね、ウィークポイントを感じて、やっぱり見送りかと。先日オーラの動画でこんなことを述べさせていただきました。なので、これから試乗される方ですとか、ほどほどぐらいに思っていた方が、実際試乗した時によく感じられるかもしれません。誰かがね、言ってたより全然良いじゃないと。前情報で期待高すぎるより、車選びが楽しめるはずです。まさにこれだと思います。良くないって聞いてたけど、自分はこれ好きだよってね、もういいじゃない。これ欲しいよってね。そうなったらね、もうそれが最高の購入動機になるのかなってね、思います。その時にね、思いました。それからもう一つ。以前レボーグの動画を作った時に、万能より濃厚とタイトルをつけました。意味は、長所も短所も味が濃い。これ好きだったら変わりないんじゃないというね、そんな意味です。つまり自分は、スバルらしいと申しますか、ストロングポイントもウィークポイントもはっきりしていると、思うんですよね。完璧というよりはね、長所短所がはっきりしている。で、それが面白い。ということでね、思う長所と思う短所、そういった部分もね、挙げていきます。そしたら最初に、スバル車らしい長所と感じる部分。まずは水平対向エンジンだからでしょうと思う振動の少なさ。音はボーボーとしてね、伝わってくるんですけれども、受ける振動はね、少ないです。普段スバル車に乗り慣れていない自分たちからすると、これ感動します。さらにエンジン振動が少なければ、エンジンマウントは固められるでしょうし、するとね、車全体のダイレクト感に好影響です。あと、ブレーキ。4WD は、そのね、エンジンブレーキが4輪にかかります。なので、瞬間的な挙動が滑らかです。フルタイム 4WD だからですよね。でね、多分、雪道でもね、安定感に貢献するのでしょう。それでね、あと、本来のブレーキも良いと思った記憶ばかりです。ブレーキバランスとして、リアもね、多く使っているという感触で、前のめりになりにくい。あと、ちょっと前のインプレッサ STI だったかな。ごめんなさい。ABS の介入が、遅く設定されていてね、さすがスバルとね、感じたこともあります。レボーグでも、刺激より扱いやすさがね、重視されたブレーキでね、とっても良かったです。そしてコーナー進入。打角の大きなコーナーで、スッとグッと入っていく。記憶はね、そんなイメージです。でね、これを操縦性と言ったらね、操縦性いいなと。
そこでね、操縦性の逆みたいな言葉が安定性。これちょっと悩みますということで、次の項目に行きます。そうしましたら、スバル車を運転するために思う感想で、自分が好きと感じない部分、運転の仕方と車の特性、これには相性があると思っているので、本当に個人の感想です。それはね、よく言われる安定性という部分、誰も言わないことなんでね、ちょっと頑張ります。それで勝手に思うのは、大きくは取られにくくて小さくは取られやすい、そう思うことがあります。スバル車ってその時代時代で他メーカーよりハンドル中心付近が敏感で、戻す方向はねちょっと独特の感触があって調整が難しいと感じていきました。で、自分はねちょっとここ神経質で、例えばレンタカー借りてリアタイヤの左右空気圧がコンマ1キロでもずれているとね、もうまっすぐ走らないと大騒ぎしています。これは乗り方にも関係していて、理想はね、自分の理想は車と自転車のハンドルは一緒だと思っています。自転車ってハンドルを押さえない方がまっすぐ走りますし、体重乗せればタイヤが滑ります。車もハンドルを押さえつけない方が細かなフラフラがなくて快適。車が行きたい方向、これこそね車にとっては直進ですから、逆らわないように運転。理想とねできるできないのレベルは別です。例えばそのウインカーを出すときに車がふらつくレベルというか、これを出さないように運転するのが難しかったりします。1ミリだけハンドルを動かさないと外に寄ってっちゃう、そんな場面。でもその後のお釣りみたいのがあるから動かしたくないというね、そんな感覚です。慣れもあるんですけれどもね。で、動画で手元を撮ってますので、いつもね、そういう乗り方に合っている車、合ってない車、後で撮影データ見てね、いろいろ思うことがあったりします。で、スバルの場合ね、試乗レポートにしてきたスバル車でした時は大体ね、直進が独特ってね、書いてきたと思うんですよね。その代わりにスイッと滑らかに曲がりやすいわけですから、冒頭の話、誰でも100点っていうのにはね、ちょっと違和感を感じる次第です。あと、スバル車乗って感じるのは、プッシュの硬さだったり、モデルによってはピロボール使っているそうですから、車体の組み付け時の当たり外れ、いわゆる交差によるね、差が大きくなっちゃうのかなと。本当に予想になりますけれどもね、その各部がぎっちり詰められていれば、ほんのわずかなね、組み付けの差で、もしくはそれが重なり続けるとね、いい悪いが出来の差ができてきて目立ちやすいのかななんてね、あるかもしれません。あとね、ちょっとなんでしょう、理屈じゃないですけど、エンジン搭載位置から考えると、縦置き水平対向、前輪駆動ベースの 4WD ということで、デザイン上のね、制約もあるみたいです。エンジン位置は前に出やすくて、ステアリングラックとかね、サスペンション設計は、理想通りに行きにくいと。エンジンね、横に広くて、そうですね、その後ろにミッショントランスファー、CVT に今内蔵されてるんでしたっけ、トランスファー内蔵されていたり、でもね、フロントの方向にね、駆動力を方向を変えるなんてありますからね。それね、ちょっと設計とかやってる詳しい知人が言ってました。やっぱり長所も短所も持ち合わせるというのがね、スバルの魅力っていうのはね、思います。ちなみにこの今映ってるフロントミッドシップ、ストラットタワーの内側にエンジンのね、多くが入るタイプなんですけれども、これだとね、ハンドル操作には軽さを感じられて、微調整に不快感が出ない。マーク X グラウン、あとこの映ってるスカイラインクーペとか、でもね、この車なんかはね、その 3500cc とちょっとエンジン大きいので、バンプでフロントが浮き上がると、着地の時にね、一瞬遅れて音味がずっと乗ってくるようなね、感触があります。なので、本当にね、どれも一長一短です。今度は逆の意味で、スバルは燃費が弱点という話の、違和感というかね、ちょっとした違和感です。仮にエンジン単体での効率が多少悪いとしても、それ以外のガソリンは何かしらの意味を持って使用されているはずです。無駄にガソリン使うわけはないので、何かに使われている、必要な場所に使われている、そのために許容されるガソリン消費っていうのがね、あると思います。スバルの場合、予想ですけれども、滑らかな質感のために使われるガソリンが多いのかもなんてね、思ったりもします。キャブレターやサブコンピューターで燃調をいじる、するとガソリン濃くした方が微振動出なかったり、
そういうのも昔はねありました。あと現代で言うとシフトアップのタイミングとかね、その快適性と燃費のトレードオフの部分とかねあったりしますから、何がね優先されて何がその犠牲になってるかっていうのがね、あると思うんですよね。なので燃費悪いとかね、言うだけじゃなくて、分かりやすいですけれども、もっとね、例えば質感のために使われてるよなんてね、そんな話もしてほしいです。ごめんなさい。でね、そっちにね使われてるガソリンじゃなかったらごめんなさい。自分の考えすぎでした。この動画で述べたかったことは、期待は高すぎない方が車選びが楽しくなる。実際に試乗して車が欲しくなるという持論です。これ自分も最近思いました。なので自分自身に言い聞かせたいことです。それがね、普通か普通じゃないか分かりません。あとね、先行試乗会。これってね、その動画に映ってないところはどんな感じなのでしょうか。想像するとね、座学の時間があって、訴求点、そのね、アピールしてほしいところとか、禁止ワードとか、そういう説明もあるのかな、気になっちゃいます。で、動画見てる方からすると、良いとか悪いとかじゃなくてね、専門家らしい、いろんな経験とかね、繊細なタッチとかね、そういう感触を元にした、その体感的な部分での特徴の話が聞きたい。しかも、これで十分なんて表現じゃなくてね、その十分なんて表現は、あなたにとってはという以外に、もうね、どう解釈したらいいのか考えちゃいます。逆にその官能的な部分をご自身の言葉で、なんとか言葉で表現しようと、そして伝えようと、そうしたスタンスのね、先生方は自分大好きです。ということで、みんなが同じようによいよい言ってたら、誰も市場レポートなんてね、見なくなっちゃうよと。道具としての車以外売れなくなっちゃうよ。昔の自動車雑誌と一緒になっちゃうよ。申し訳ございません。なんてね、ちょっと思ったので動画にさせていただきました。そして新世代のインプレッサファミリー、自分も乗れる時が来たら気になる部分が変わっているのか、それともね、これがやっぱりスバル車らしさなのか、そういった観点からもね、レポートをします。というかね、もうスバル車所有してみたいというのはね、ずっと思っています。それでいい機会なので、プレゼント企画にね、応募をします。それでもし当たったらね、長所短所じっくり味わってみたいと思っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。